よろしくお願いします。よろしくお願いしまはい、す。こんばんは。今どなたか見てるかわからないですが、足音でつながろうプロジェクトのフェアクリエーション研究会を始めたいと思います。はい。よろしくお願いします。お願いします。じゃあまず、私は、足音でつながろうプロジェクト代表の踊る夏子です。はい、そして、はい、石畑愛です。理事をやっております。もう一人、本当は塩田久人が登壇する予定だったのですが、ちょっと体調不良により欠席となりましたので、この2名で進めたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい、自己紹介をもう少ししますか。そうですね。何をやっている人かっていうのはいをちょっと話しましょうか。はい、はい。じゃあ私から話しますと、足音でつながろうプロジェクトは主に知的発達障害のある若者たちとともに、非言語コミュニケーションをメインとした言葉に頼らないコミュニケーションを表現に変換して舞台作品を作ったりしています。そのいろいろな特性を良い部分として表現に変えていくことができるのではないかという気づきから始まった活動なんですけれども、それで、セリフのない演劇、身体表現とタップダンスで舞台作品を作っています。主に私はそのワークショップでプログラムをどういうプログラムを組んでいくと彼らが楽しんで自分のやりたいことを探しながら表現し、それがお客様に届くのかというようなことを考えたりしながら一緒にダンスを作ったりしております。はい。はい。ありがとうございます。でもなんか夏子さんの自己紹介があまりなかったような気がする。あれアシプロの説明だけだったかな。そうですね。夏子さん自身のこともよかったら。私自身は、タップダンサーで振付家として、活動をしてきまして、振付としては市民演劇の振付などを結構させていただいたのと、タップダンスでもやっぱり初めてタップダンスに出会う人たちに本当に楽しさを教えてもらう体験型の、難しくないんだよ、誰でもやってみれるんだよっていうことをやったりしてきたので、大道芸ライセンスも持って、大道芸としても活動してきたのと、あとは小学校や特に東日本大震災の後は東北の、保育施設や学校などにも行ってたんですけれども、いろいろな人が感情を解放できるツールとしてタップダンスを使ってきたという経緯がありまして、でその中でドイツに行った時にドイツ国際平和村というところで、この足がなくなっちゃったり紛争地でたくさん怪我をして治療に来ている子どもたちと一緒にタップダンスをやったことをきっかけとして、この日本で何ができるんだろうと考えたところから足音でつながろうプロジェクトの活動を始めたんですけれども、なので私自身はタップダンサーでありながら、そのタップダンスって一体何だろうっていうことを考えていくうちに、このいろいろな、なんて言ったらいいのかしら、自分の機会をうまく得られない人たちが表現する場所を作るっていうことにつながっていったという感じです。はい。はい、ありがとうございます。はい、じゃあ私もちょっと、活動を紹介すると、私は普段はアートマネージャーとして、いろんなアートプロジェクトの裏方の仕事っていうのを、15年くらいやってきました。で、最近は大学の教員として勤めていて、芸大に勤めていて、その大学の中でやっている創作活動っていうことと、社会的な課題とかっていうところを結びつけるような、共同事業とか共同研究のコーディネートみたいな窓口業務みたいなことも、やってます。で、もともとは私はそのアートを学んできたわけじゃないんですけれども、教育、子どもの遊びと学びみたいなところに興味があって、
地域の中でワークショップをやっている市民活動というのかな、そういう人たちと関わるうちに、そういうものがどうやらそのアートの文脈ではアートプロジェクトっていうふうに言われてるらしいっていうことを15年前ぐらいに知って、で興味を持って見よう見まねで関わり始めて、自分のできることは何かなって考えた時にマネジメントとか、特にその場にいなかった人にこの価値をどう伝えるかみたいなことが割と研究でやっていたことを、そのままスライドして活かせるようなことだったんで、そういうものを軸にしながらマネジメントをやっていくっていうようなことを始めて今に至るって感じです。でアシプロとの出会いは何年前もう 10年近く前になりますかね。はい。夏子さんが、横浜のACY という、財団の助成金を取っていらした時に、私がその助成プログラムの評価っていうのを、する役割で、読んでいただいていて、その中で初めて知って、でその後NPO を立ち上げるっていう時に声をかけていただいたっていう経緯で10年ぐらいのお付き合いです。でアシプロでは、やはり事業評価っていうところについて主に担当しているものです。ありがとうございます。はい。ですね、やはりその石畑さんが入ってくださったことによってすごくもともとダンスっていうのは言葉にならないものを、表現するっていうところだったので、私はその言語化というのは助成金の時にすごい難しいなと思ったんですね。そのダンスによって人の心がどう変わったかとか、その場にいる人には分かる、感じられることを言葉にして報告したりすることはとても難しいなと思ったんですけれども、やはりね、その後NPO 法人立ち上げた時に石畑さんが入ってくださったことによって、そのずっと小さな積み重ねですけれども、それぞれが毎回感じたことをアンケートに書いていくということを5年間やって分かることがこんなにあるんだなみたいな発見もありましたし、この活動を知らない人に届けるっていうためにすごく必要なんだなと思いました。はい、ありがとうございます。で多分今回の研究会っていうのも多分それぞれの現場で考えていて、そこの中だけでぐるぐる回っていることをどうやったら、違う現場の人とシェアできるだろうかみたいなところなので、評価じゃないけどすごい言葉にして人に伝えて、それが誰かのヒントになったりとか、ちょっと救われたりみたいな、そういうことがあるのだろうなと思って、研究会っていうことをやったらいいかもねみたいな話にはい、なったというそんな経緯ですね。はい、その通りです。すごくこの NPO を立ち上げる時に私が初めから言っていたことが、世界平和を目指すってすごくぶっ飛んで大きいことを言っているみたいに、これは言い過ぎでちょっと理解を得られないみたいなことも言われましたけれども、でもそこにたどり着くのがこのフェアクリエーション研究会も同じことだなと思うんですけれども、そのフェアクリエーションっていうのは一体何かというと、全く感覚や自分の感じ方だったり脳の中での処理の仕方とかが全然違う人たちが何かを一緒にやろうと思うことっていうのは楽しいけれども難しいことがいっぱいあって、どっちかが楽しい時にどっちかが嫌な思いをするっていうことが起きる場合もあるけれども、そこで喧嘩にならずにどっちも認め合うことをするっていう、その調整が常に行われているのがフェアクリエーションだなと思うんですけれども、それを簡単にこっちの人の方が偉いからみんなこの通りにやりましょうっていうのは、それが、今回はそうやってみようねっていう同意のもとにやるんだったらいいんだけれども、いつもそういう体制になって
しまうというのはフェアクリエーションじゃないんじゃないかなと思うんですが、それが多分全世界で起きてることなんじゃないかなと私は思っているんですね。なのでだからこそやっと今アシプロも NPO 法人になって5年目を迎えるんですけれども、このいろいろな経験が積み上がってきたところで起きてくるこういう時どういうふうにしてるみたいなこととか、うちはこうしてなんかうまくいってるよみたいなことをいろいろな人が持ち寄って話し合うことで、本当にそれは世界平和へのなんか道一歩になるのではないかなと私は思ってるんですけど、どうでしょう。そうですね。なんかそのアシプロの場合は知的障害とか発達障害のある方と一緒にやるっていうことやってますけど、例えば子どもとか高齢者とか海外の方、外国籍の方とかさまざまな方と場を作っている、そういう活動はたくさんあって、そこで直面している問題とかっていうのもやっぱり同じテーブルに並べて話せることだなというふうに、思っているので、そうですね。なのでそれぐらいの幅広い射程でなんか話せるような、そんな研究会になるといいなというふうに思ってます。はい。じゃあそうですね。なんかどっから話しましょうか。なんかフェアクリエーション研究会でやろうとしていることのちょっと話をしたりしつつ、なんかアシプロでの事例とかもなんか話しつつみたいな進め方がいいですかね。はい。じゃあそうですね。企画書とかをちょっとなんか見せながら、これって画面共有したら YouTube の方にも配信されるんですか？はい、多分。そしたらパワポを共有しながらなんかちょっと話しましょうか。これで、共有できると思うんですけど、石畑さん出してもらってもいいですか？じゃあ出しますね。すいません。これで見えてますかね？私は見えているのできっと見えてるんじゃないかなと思うんですけどここで配信画面が見えるんだけど、はい、ちょっとタイムラグがそうですね。まだ見えてないかもだけど共有されるかな。話し始めましょう。はい。で、今考えてるフェアクリエーション研究会っていうものなんですけど、ちょっとステートメントみたいなものを書いてみました。でちょっと読み上げると、本当先ほど夏子さんが言ってくださったことそのままなんですけども、多様な人が交流し合う場を作る際に、生じがちな困難や課題を題材に、フェアクリエーションのための意識の持ち方と手法について研究と共有を行うプロジェクトですと。で、異なる文化やお互いの権利を尊重するということは、一方で文化や権利の衝突やジレンマと向き合うことでもあり、そのしんどさゆえに尊重しようと思ったのにもかかわらず疲弊とか抑圧っていうことにつながってしまうっていう、そういうことと紙一重でもあります。で、本プロジェクトでは場作りや共同制作の実践者たちが実際に経験した事例を持ち寄ることを通じて、そういった衝突やジレンマというものを、排除したり無視したりするのではなく、健康的かつ持続的に調整や交渉を行っていくための知恵や、相互ケアのネットワークを生み出すことを目指しますという、ステートメントを書きました。で、やっぱり健康的かつ持続的に行っていくっていうなんか結構ここが肝だったり、ケアのネットワークっていうところが肝かなと思っていて、どうしてもなんかその難しい場面がなんていうのかな、あらかじめなんか、予防するとか起きないようにするとか、
なんかいろんな工夫はできると思うけどゼロにはなんないと思うんですよ。で用意しても想像が及ばないからそういうことが起きるわけで、想像が及ばないからこそ異文化なわけで、及んでたら異文化じゃないっていうか、なので絶対起きてしまう。でだけどなんかそれをどうしても防ごうとかそういうことが起きてしまうともうダメだみたいなそういう気持ちになりがちなんだけども、そうではなくて何か問題は起きるっていうことを前提に、でもそれで疲弊してしまったりなんか攻撃してしまったり抑圧してしまったりっていうところに陥らずに、なんかお互いに健康的にどうしようねっていう調整をしていける、それをずっと続けていくための方法っていうことを考えるとか、何かちょっと傷ついてしまった時にそれがなんかケアできるようなそういうネットワークとかコミュニティとかっていうことを持っておくっていうことが、なんかその問題がゼロにならないということを大前提にした時の一つの向き合い方というか解決策なのかなっていうふうに今ちょっと思っていて、そういうようなことを書きました。はい。でなのでこういう研究会をやっていくことでネットワークを作っていくみたいな部分もあるのかなって、思ってます。これは本当にその相互ケアって何かっていうと、いかに起きたことを笑えるかってことかなって思っていて何か起きた時その時にはうわってなったり、お互いになんかぐさってなったりとかあると思うんですけれども、それがこんなことがあってさへえみたいに笑えてしまえば乗り越えられるんじゃないかなって思うことがよくあります。でこれがやっぱり例えば家族だけで抱えてしまったり一人でそれを何とかしなくちゃと思ったりするとものすごく病んでしまうんではないかなとも思いますし、でかといってこうすればいいっていう答えが決められちゃうのもまた違うと思うんですよ。こういう時はこうすればいいんですっていうのが全員に当てはまるわけでは絶対ないし、そこに当てはめる方向が解決だっていう考え方がこれまでだったと思うんですけども、これから先は多分そうじゃないんじゃないかなということを思うんですけど、そうですね、笑えるようになるっていうのはすごく結構キーワードかもって思いました。こういう研究会っていうと本当に真面目に解決策探そうとしちゃうけどそうじゃなくてなんか人と話すことですごくふっとなんか客観視した時にそれってみたいなそんなことになんかとらわれていた自分ってみたいなことをちょっと客観視したりとか、なんかちょっとガッてなってどうしようってなってたところからちょっと違う目線になれるとか、なんか問題を開くことでちょっと肩の荷が下りるとか、そういうことであったり、ユーモアに変わっていくみたいなこととか、そういう方向性、っていうのはすごく大事にしたい部分ですね。はい、そうだから正解にはいかないよっていうのが大前提な研究会っていうイメージを持って進めていきたいなと思ってます。はい。でまずはねその研究会っていうのをアシプロが中心になりながらもいろんな方たちとやっていきたいなというふうに思っていて、でそれは多分なんでしょうね、結構密な話とかなんかすごい細かなちょっとプライバシーとかに触れるような話とかもしかしたら出るかもしれないので、割となんか安全な環境でやった方が話が出やすいんじゃないかなって思っているので、今回はこういう形でYouTube で配信してますけど、普段の研究会は基本的にはそこに集まった方たちの、セミクローズドな場で、そこで話したことをプライバシーとかに関わるようなことはちょっと外では話さないでねみたいな、そういうルールで
やっていけたらいいかなっていうふうに思ってるんですけど、そこで話されたことをなんかでも何らかの形でこうそこに来てなかった方たちにもこうシェアできるような時間もあるといいよねっていうことで、そのセミクローズドの研究会とは別にもうちょっと開いたシンポジウムとかみたいなことも時々開催をしていけるといいかなっていうふうに考えているというような感じで、まずはちょっと1月から3月にかけてちょっとお試しでこうやってみて、またそこだけにこう限るものではないのでそれ以降も続けていけるといいのかなというふうに思っているんですけれども。はい。で、やはりこのフェアクリエーションっていうクリエーションの現場でっていうイメージがあるかもしれないんですけども、それって生活の中の創造性ということも含めてだと思いますので、いろいろなその別にアート関係のことやってないよっていう方でも全然もちろん一緒にその共有できたらいいなと思ってます。やっぱりその違う他者と何かをやっていくっていうのは生活だとどうしてもこうじゃないと生活が回らないみたいなことがあって難しい面はあるのかもしれないなと思うんですけれども、その生活の中でも余暇とか楽しみの部分っていうのは必ずちょっとあると思うので、そういう時間をどういうふうに過ごせるかみたいなヒントにももしかしたらなるのかもしれないなと思うんですが、クリエーションということに限って言うと、やはりこのあるジャンルのアートの完成みたいなものを目指し出した時に難しいだろうなっていうことを私は常々こう思ってきたというか、平たく言うと、例えばタップダンスをうまくさせようって私が何か思ったとしたら、多分楽しめなくなる人が増えてしまうし、例えば脱落してしまう人が増えてしまうとか、優劣がついてしまうとかで、そういうことを私は全然こうやりたいと思っていなかったので、いろいろ方法を模索して、どうやったら初めてやる人も今日だけ参加する人も楽しめて、ずっとやってる人も楽しめてっていうのはどういう方法なんだろうということをまずタップダンスに関して考えてきたっていう感じなんですけれども、なのでこうフェアクリエーションっていう人ごとにもいろいろな場所というかがあるのかなと思うんですが、そうですね。なんかその芸術活動をやっている人たちだけじゃなくても、なんでしょうね、なんかこうコミュニティスペースを運営しているとかだって、やっぱり街の人たちいろんな人が来るわけじゃないですか。でやっぱりなんていうか言い方が悪いけど、なんか面倒くさいなみたいな人とかも来るわけじゃないですか。ずっとこうなんか仕事なのにずっと話しかけてくるんだけどみたいな方とかいた時にどうしようって思うじゃないですか。みたいな、なんかそういうこともやっぱりなんかこの話と結構通じていて、必ずしもそういうアート活動をやっている方だけではなく、対象になると思うし、なんかこう全然アートとかやってないけど福祉施設で働いてますとかね、そういう方たちもやっぱりこうそれこそその施設の中のこういうスケジュールでこれやらなきゃいけないっていうことと、でもなんかその利用者さんの独自のリズムみたいなことの折り合いとかでどうしようみたいに思ったりするとか、なんかそういう時にどうやってこうそこの間をこっちにも寄りすぎずこっちにも寄りすぎずこうなんかフラフラし続けられるかみたいな、そのフラフラし続けるのがすごくしんどいんだけども、それをどうやったらそのしんどさみたいなところをこうなんかうまく消化してユーモアに変えていけるかとか、なんかそういうようなことなのかなと。はい、本当にね、その関わっている方々の立場によっても
何かこうしなければいけないこととかが違ったりもするんだろうなとも思うんですけどね。そうですね。はい。あとやっぱり子育て中のお母さんとかにも参加してほしいなってちょっと思いましたね。私、今なんか10歳と6歳の子供いますけど、10歳の子供がもっとちっちゃかった時にこういう場があったら多分来たかっただろうなって。結構その初めての子育てで子供のペースみたいなことと自分の管理したい欲みたいなところとの折り合いとかで結構なんかわーってなってたこととかあったんで、それもこの話だなってちょっと今ね思い出しました。そうですね、本当にそうですね。ちっちゃい子のペースと自分のペースが全然合わない小さい子供の子育て中っていうのは本当にその最中にいますよね。確かに。というぐらいとっても広いテーマを扱いたい、と思ってます。まあでも各回はねなんかそこの場に集まる人のなんか話したいこととかすごくこうちっちゃな具体的な話からしていくっていうのがいいかなと思っていて、なんかこう大冗談のこう抽象的な話っていうよりはこういうことがあってさっていうエピソードとかから話していくっていうような手法を取っていきたいなというふうに思っております。はい。ここも読みますか？企画内容。はい、読みますか？はい。じゃあ、研究会とシンポジウム開催のところ読みますね。障害者、子ども、高齢者、生活困窮者、外国ルーツの方などさまざまな属性を持つ人たちとの交流の場づくりや、共同による作品制作を行っているアート NPO や、アーティスト、コーディネーター、福祉教育関係者などによる研究会を複数重ね、そこから、上がった課題と実践をシェアする、シンポジウムを開催し社会共鳴すると。で目的としては、多様性を尊重するときに出てくるさまざまな課題、面倒くささをストレスにしないための意識の持ち方や場作りの手法について、コアメンバーと意見を重ね、そこから見出したヒントを同様の実践に関心のある方や一般市民に向けて広く共有するということで、ひとまず1月から3月の平日夕方とかもしくは、日午後とかに、Zoom でやったりとか、あるいはなんかこう同様の研究会とかやっている方とかがいらしたらそういうところにこう出かけていって一緒にコラボさせていただいたりとか、来ていただいたりとか、ちなみに藤沢にね今年はね拠点を構えて活動しているので、3月まではそこに来ていただくこととかもできたりするので、そういったところに来ていただいて、話をするみたいな時間を何回か持ちたいなと。はい。そういうことですね。はい。で、研究会、2時間ぐらいの座談会ですね。を、月1くらいでやっていけたらいいなっていうのと、シンポジウムを3月ぐらいにまずその3ヶ月間のちょっと、まとめみたいな感じで、1回できたらいいかなと思っている感じです。はい。そうですね。なんかそうですね、本当に一つ一つの具体例を喋っていくだけで時間は終わるんだろうなとは思うんですけど、こんなことが起きると思わなかったけどこういうことが起きたっていうことに尽きるんだろうなと思うんですね。それは例えばその外国の方、外国籍で、日本で実習されてる方たちでよくこう話に上がってくるのは、取って食べちゃいけない生き物を取って食べてしまったとか、そういう話が割とよく聞いたりするなと思うんですけれども、こちらがやっぱり予測できないことっていうのがお互いになんですけど、予測できないことっていうのが起きる。その繰り返しなんだけど、それをいかに楽しんでいくかなのかな、って思います。そうですね。でなんかそれってすごくその個人が
個々人が成長しないといけないみたいな気持ちになっちゃうんですけど、なんかそのそんなに自分自身が成長してるかどうかを確認するのって非常に難しいじゃないですか。うんうんでなんかそのだからこそこう全部自分で受け止めなきゃって自分が変わって受け入れなきゃいけないんだって思うのも不健康な感じがするんですよ。うんうんなんかこうお互いに折り合いのつくポイントを探し合うことをやめないっていうことで関係性が続いていくんだろうなと思うんですけど、そうですね。なんか結構そのなんでしょうね、時間が解決してくれる部分に期待をしてそうそうその場でどうにか収めようとしないとか、まあなんていうのかな、今回ちょっとうまくいかなかったけど次があるやみたいなこととか、なんかそういうことにちょっとそこを信頼するみたいなことなのかなっていうふうにも思ってます。なんかそしてこれは大事だなと思うのは人に何かを求めない、なんかすごく冷たい言い方に聞こえちゃうんですけれどもすごく大好きだし期待もしてるし、なんか人と人との関係ってそういう部分はあると思うんだけれども求めないっていうのは大事かなっていうのはすごく思っていて、特に私がこうアシプロのアートパークをやっている時に気をつけているのは、心の底でちらっとでも何かを求めたら、そこに反応してやってしまうぐらい繊細な方が多いように感じてきたので、私の中で正解をここに決めたりしないっていうのをすごく気をつけてるんですよ。ちらっとでもこういう風に持ってこうみたいなことがあるとやっぱりそれは反映されてしまうというか、その場がそういう風になってしまう、この人が思ってる風にする方がいいみたいな空気が生まれてしまうことにならないようにすごく気をつけてるかなと思うんですね。だから個人個人一人一人に対してもこうなってほしいみたいなことを思わないっていうのがすごく大事だなって思ってるんですけど。なんかアシプロの活動の中でなんかまあ多分そのアシプロの普段の活動を知らない方ももしかしたらご覧になるかもしれないので、なんかそういうこう夏子さんのこう考え方とかがあって、なんかどういうふうにこうプログラムができてきて今なんかどんなことをやってるのかとか、そのあたりをちょっとお話ししてみますか。まずタップダンスに関して言えば、一般的にはたくさんこうステップを習ってそのステップを使いこなしてちょっと曲芸的にいっぱい音の鳴るダンスっていうイメージがあるんじゃないかなと思うんですけれども、もともとがアフリカの方たちがアメリカに連れてこられて、本当に言葉も違うし文化も違うところに連れてこられて、自分たちの国のこう文化であった太鼓でリズムでコミュニケーションを取るという、違う村とも太鼓でお話をしていたというような文化がこうできなくなってしまった時に、太鼓もないけど足音でリズムを奏でて、それでお互いのこう心情、今日のフィーリングなんかをやり取りして、リズムを楽しむ、一体感を楽しむだったり、その人の在り方をみんなで見るというようなことから始まったのがタップダンスなんですね。
でやはりその言葉が使えないところに来てもフィーリングは通じ合うよねというところが始まりなので、その後もちろん MGM ミュージカルで発展して流麗なダンスとしての魅力っていうのもどんどん発展していきましたけれども、もともとにあるその人らしさをみんなで楽しむ、その人の今日の気持ちをよく感じるみたいなところを抽出してアシプロの中ではワークショップとしてやってきました。なので、そのタップダンスのもともとのやり取りにあるコール&レスポンスといって、誰かが何かをやったらそれをみんなで受け取って、真似をしてそういうコール&レスポンスというこのやり取りによって全体のリズムもできていく。一人が何かやって全員で何かやってっていうことがリズムになっていくみたいな大きい意味でのリズムと一人ずつが作ってるリズムっていう両方の面があるんですけれども、という、コミュニケーションを元にしているので、足をこう使うとこんな音が出るよという意味での基礎練習はみんなでやるんですけれども、その先はステップを教えたり全然してないんですね。で例えば自分の名前を踊る。でその人がその名前を踊ったらみんなでその名前を足音で復唱する。だったり今日の気分を踊ってみようっていうことで、その気分楽しいだったり怒ってるだったりどれでもいいんですけれども、それは別にきっとそうかなって思って足音で復唱する。なのでそれは分かった、それは悲しいだねとかいちいち言わずに、そのまま復唱していく。きっとこうかなっていいってことにするとかそうですね、そういう感じで進めています。はい。でなので多分やっているメンバーはみんな自分の足音にとても自信を持っているんです。それは自分自身だからですね。なんか例えば自分の名前だったり今日の気持ちだったり、その別に誰かにこう しなさいって言われたことをやっているわけではなくて、その日の自分のなんかやりたい感じをやっているから自信を持っているんだろうなと思います。みんなとてもタップダンスに自信を持っています。あとはその人によってはその特性によってなんですけども、すごくこう音楽によって音楽の変化に応じてちゃんとリズムを変えていくタイプの人もいますし、その辺は別に私が教えるとかではなくて本人がそれが気持ちがいいと思ってどんどんやっていくというタイプの人もいますし、あとはステップをきちんとやりたいっていうタイプの人もいるんです。だから覚えた基礎のステップをきっちり組み合わせて何か作りたいっていうタイプの人もいます。っていう風にこの楽しみ方はすごくいろいろなんですけど、基本的にそういう方向でタップダンスの輪を作っていますね。そこにこう一般の人が加わった時、例えば小学校に、アウトリーチみたいな感じで私とアシプロメッセンジャーと呼んでいる若者たちが一緒に学校なんかに行ったりした時にも、その子どもたちがあんまりためらわずにやってみれる、この特に高学年になるとそんなのできないからいいみたいになりがちなんですけれども、もうアシプロメッセンジャーが一緒にいることで割とみんな入りやすく試してみやすくなっているかなという面があると思います。あとはどうでしょうね。そうですね。あとは舞台作品のこう作り方として道具作りとか、カオスモスゲームとか、そういうなんか手法が生まれてきたなんか経緯とかもすごく面白いなと思っています。で初めの頃はね、そのタップダンスだけやってたんですけれども、とてもみんなの中にドラマ性があるなっていうことには気がついていて、そのドラマ性みたいなことを演劇にできるんではないかって思った時に、もちろんセリフを覚えたり
言語表現は苦手な方が多いので、セリフを覚えたりセリフを喋ったりっていうことは難しいだろうけれども、ドラマはあるんですよ。言葉がなくても、この人がこうしたら私はこうするみたいな、その言葉のないままものすごい共感力でみんながこう動いているのを常々見ていたので、非言語即興演劇をできるのではないかと言って開発したのが動物クイズというメソッドなんですけれども、これは誰かがこちらで環境を設定して、じゃあ今日は海ですで、ここは海ですって設定して、そこの中にいるであろう生き物になるっていうだけなんですね。で、初めの頃は動物クイズという名前の通り、誰かが真ん中で何かやったら周りの人たちで当ててたんですよ。それは魚だとか、それはイワシだとか、でね、魚とイワシの違いは何かみたいな分かんないですけど、そうイワシみたいに当たってたりとか、ちょっとそれも面白いなと思っていて、外から見たらあんまり分かんないんですよ、魚なのかイワシなのか。なんだけれども本人の中では括弧としてこれはイワシであるというのがあって、それを見て取る人もいるんですよね。面白いなと思って、でそこから始まったんですけれども、そのうちにその正解を当てずに、そこの生き物、そうだと思ったものに対してそれを捕食する生き物になったり、もしくは食べられる、捕食されるものになったり、その環境にいるものになってこう関係性を作ってみようっていう風になっていったのが動物クイズというメソッドですね。でそこで見えるのはやっぱりこの相手が何か分かんなくても関係性っていうのは生まれてるし、それによって世界ができていることが分かるの、それが出現するっていうのが非常に面白かったんですけれども、この初演の時に私も一緒にこうサポートで入っていたので、後から記録を見るまで分かんなかったんですけれども、後でその記録を見た時にこれは世界そのものだって思ったのが、分からない同士がちゃんとコミュニケーションし合ってるんですよ。で実は私たちも本当はそうで、私は人間だって分からないうちから赤ちゃんとお母さんだったり、多分コミュニケーションは起こっていて、関係性も生まれているじゃないですか。っていうのがちゃんと見えるのがすごい面白い舞台だなってその時思いました。なのでだから多分アシプロがその、ね、今日お休みになっちゃいましたけども、演出の塩田さんがその辺を正解を出さないままでいいっていうことをきちんとこういつもディレクションしてくれてたんですね。それすごく大事なことだなと思うんですけれども、やっぱりこれが正しいを誰かが言い出しちゃったら、その世界はすぐ壊れてしまう、ものなんですね。でなんかそういう時もあったんですよ。自分がこうしたいっていう人が入った時に、全員がこうビューッと貝を閉じたようにコミュニケーションをこうから守ったっていうか、何かこうちょっと殻をかぶっちゃったみたいになったことがあって、やっぱりこうしたい、みんなをこう動かしたいという人が入ると、みんなはそうやって閉じるんだなっていうのを目の当たりにしたことがあるんですが、はい、なのでアシプロでやってることはそういうことです。そう、私は結構動物クイズで、のベースになっているコミュニケーション感っていうのがフェアクリエーション研究会のコミュニケーション感と通じているなっていうふうに思ってて、それは正解がないっていうことで、お互いに誰も正解を知らないけれども、でも関係は続けていけるよねっていう話っていうのがなんかこう同じベースに立っているなというふうに、思っていたので、それでその話をしていただけてよかったですね。なんかすごく動物クイズで面白いのが、こういう風にやってるんですよ。で初めの頃は一生懸命みんなで当ててたから、猫かなっ
タヌキかなとかいろいろ言ってて、ブッブーって全部ブッブーで、うんなんだろうと思ったらレッサーパンダでわかんないじゃないですかだけどそれでいいんだなって思ったんですよ。その自分が何かっていうのを自分だけが一生懸命やれば、それが人からどう見えてようが関係なくて、なんかこうやって僕はワオキツネザルって言われても本当にそんな細かい種類まではわからないけれども、本人がそう思っている、私はこうだって言ってることが大事だっていうのは、それ別にこう私はタップダンサーですって言ってるのと一緒で自分がそうありたいっていうそれでなんかこういいじゃないかって思ったんですね。だからこう舞台の中でも結構こう勘違いをしながら一緒にいるみたいなこととかがね起きているのが面白いんですよね。そうですだから食べれると思って行ったのに逆に食べられちゃうみたいなこともありますし、だから相手が何か正確には分かってないままコミュニケーションがこう起こっているから。あともう一つそう大事にしていることはやっぱりその同意を得るっていうことですかね。それはこちらもだし、参加してくれる人も全員がそれは大事にしようねって、割としょっちゅう言っているというか、プログラムの初めのコミュニケーションゲームの一番初めにその同意を得るっていうことを入れてるんですが、歩いていて目を合わせる、で目の合った人とウインクをするとか、目の合った人とハイタッチをするとか、この目が合わないまま行為だけやらないっていうようなことをすごく結構ちゃんと毎回やっていると思います。これは双方にとって大事だと思ってますし、特にそうですね、知的発達障害のある方たちのご家族が一番心配していることというのは、道とかその外で変な人だと思われないようにっていうことにすごく多分心配されています。でそれがだから同意を得るってことは私たちにも大事だけど、彼らも常にそれを心がけるようにした方がいいことだなって思ってるんですね。なんか相手がいいってなってたらハイタッチできるけど、そうじゃなかったら触れない、触らないとか、なんかそうですね、その話がちょっと飛んじゃいますけど、日本でも電車の中の痴漢とかもそうですけど、全然こう同意を得ずになんか嫌がってないと思ったみたいなことでなんかこうそういう声に及んじゃうわけじゃないですか。なんかその同意を得るってこんなにちゃんと教育されてないというか、これが日本の特徴かもしれないんですけれども、割とみんな一緒だって思いがちなので同意を得る習慣があまりないのかもしれないなとか思ったりもするんですけれども、まあアシプロの中ではその同意を得るってことを結構やってますね。なんかそうですね。確かにそうやっぱりそう親御さんがそういうこと心配されているっていう話されてましたけど、そこでもうこう一律禁止みたいな風に、なっちゃうっていうのがやっぱその同意を得る経験をとか同意を得られなかったって言って自分でこう離れるみたいな経験っていうのをやっぱり奪ってしまうんじゃないかって思っていて、そうだからもうハイタッチもう全面禁止とかってなったら、でも人によったら別にいいよっていう人だっているわけじゃないですか。で人によっては嫌だよっていう人もいるっていう、なんかそこがやっぱり経験ができない状態にその禁止とかルールとかみたいなことによってしてしまっているんだろうなって。それはなんかこう善意かもしれなくて、そういうことで傷ついてほしくないとか、あるいはそういうことが起きると面倒くさいという怠慢であったりもするのかもしれないですけど、
とかなんか嫌だよっていうことがなんか失礼なんじゃないかって思っちゃって、自分の気持ちとしてじゃなくてルールだからやらないでっていう言い方にしてしまうとかっていうことで同意を得る経験っていうのが結構こう奪われてしまっているのかなって思うので、そうこの話は何につながるんだろういやでもそれは本当にその社会全体にその同意を得る体験が減ってるのかもなとは思うんですよ。その安全のためにということでやらない方がいいみたいにしちゃうことで失敗できなくなってるっていうか、特にそのうちに参加してくれてる子たちは失敗しないようにすごく丁寧にこう守られてきたなっていう感じはあるので、むしろ失敗していい場所が必要だなと思ったんですね。だからその実際に通常の暮らしの中で難しいかもしれないけれども、ここはアート体験の場所だからいくらでも失敗していいよっていう場所なんですよ。これは別にそこで間違ったからって人生終わったりしないから、やってみてダメだったらやめればいい、やり方を変えればいいっていう、そういう体験の場所としてそのアートである安全性っていうのがあるのかなとは思います。それをこう道端で急にやったらやっぱりそれは危なかったり問題になったりとかすることっていうのはあると思うので、アート体験の場所っていう安全性っていうのはすごい重要だなって思ってるんですけれども、でその同意を得たり得られなかったりっていう体験をその中ですることでやっぱりものすごくみんな成長しているよっていうことはすごく伝えたいですね。こういう場があると勝手に成長するよっていう、そうですね。そうなんだよな。だからその動物クイズとかで起きていることとか、その同意を得るっていうその時間の中で起きていることが結局はなんか世の中で起きていることと同じなのに、そのなんで世の中になるとこうすごく問題が大きくなってしまうんだろうみたいなことを思った時に、やっぱりそのこう安全なアートの場っていう、そこでこうなんか試せることがそのままポンって何もこう無防備なところに出ちゃった時にこうなんかすごくこう大きな問題みたいに見えちゃうっていう、なんかそこがあるんだなって、思いました。でもやっぱりその失敗をできる場所があることはその本当に障害の有無関係なく誰にでもすごく大事なことだと思うんですね。でその失敗を重ねて何か覚えていく、自分たちもそうだったので、そうですね。塩田さんが、コメントをYouTube の方に投げてくれているんですけど、そもそもアートなので失敗という概念がない場所という意味で失敗して良い場所という話ですねって。そうです。そうです。そうなんですよね。だからなんかこう勘違いしてそれが問題じゃなくてわははになるっていう、そのなんかさっきのユーモアになるっていうのとなんか似てて、別にそれは失敗じゃなくて、ちょっと面白いこうハプニングだったりなんか面白いこと起きたなっていう風にこう捉えられるみたいな。そうですね。あったり、そうだからアートはその正解がないわけじゃないですか、結局その中に。だからいくらでも失敗というか試せるっていうことですよね。これはどうかな、でこのコミュニケーションがありなのかっていうのは本当に相手によっては OK だし、相手によってはダメだし、状況によっては誰かが泣くしみたいなことなのでで本当にすごく面白いなと思っているのは、その人間関係を作るための感受性っていうのが人によってここまで違うのかって思うぐらいものすごく細やかに全員の在り方を
把握して動くタイプの人と、今これをやりたいと思った時に全く周りの誰も見えなくなるタイプの人が一緒に、その場を作っているっていうことがすごく面白いし、すごく面倒というか、いちいち仲裁というか、仲裁というのも違うんだけれども調整、場を調整することが必要になったりするっていうことはありますけど、それくらい分かりやすいと一般の社会もいいのかなと思うぐらいなんですけど、なんか多分そこそこみんな飲み込んでって思いながら飲み込んで動いているのが普通の社会なのかもしれないなと思うんですけどそうですね。そうですね。なんかだから本当にいろいろな多様性って一言で言うけど、本当にいろいろな感覚の人が実はいるし、その時にお互いが黙って我慢しちゃうっていうよりは、本当にすっきりとそれは嫌だって言い合うっていうことがもっとあってもいいのかなっては思います、ね。だからそのアシプロの中でもいろいろこれをしちゃダメとかっていう説明があまりうまく通じないからシンプルにそれは嫌だって言おうってことにある時からなったんですけど、その方がずっとすっきりお互い分かりやすいし、後腐れないでしょうね。なんか悶々せず、それは嫌だからやめてって言って終わるっていうか、それが同意を得てるか得てないかっていう分かりやすい答え方かなっていうふうに今のところアシプロでは思ってるっていう、アシプロのアートパークの中ではそうしている。っていうようなことがフェアクリエーションであるかなと思ってますけど、その他の方々が見た時にどう感じるのかなとも思いますしね。やっぱり今そういうやり方をしているっていうふうに例えば言った時になんかそれがただ方法としてそうやればいいんだっていう話じゃなくて、結構今話したような紆余曲折があって、今こういう折り合いのつけ方をしているっていうなんか通過点であって、もしかしたらそれやっていってまたなんかうまくいかないなみたいなことがあって、なんかやり方が変わっていくかもしれないしみたいな、なんかその通過点の今の時点みたいなことでしかないっていう、その通りです。そういうことですよね。だからどうしてもこの研究会っていうとなんかより良い方法を見つけて、それをじゃあ真似したらどこでもうまくいくのかみたいになりがちだけど、そうじゃなくって、多分それぞれが今考えていることとか困っていることとか、これどうしようみたいなことを考えていった時に、その場とかその人たちにフィットしたなんかやり方とか、その場のなんかやり過ごし方みたいなこととか、みたいなことを編み出していくんだろうなと思ってて、そうでもなんかそれをなんていうのかな、なのでどうしても研究会をやると、正解とかこれが一般的に通用するのだという方法を見つけようとしがち、そういう動機で参加しがちになるんですけど、そうじゃないよっていうことをずっと言い続けながら、でもうちはこういう経緯があってこうやっててさみたいなとか、うちはこういうことがあってこうやっててさみたいなことがなんかあると、いろいろあると、これだけだと思っていたことがこれぐらいの幅で何でもありかみたいに思えるっていう、なんかそういうことなのだろうと思ってて。
いやすごい面倒くさいですね、この研究会。絶対教えてくれってなりがちだからね。答えはねないんですよ。なんかないんです。正解を教えてくださいみたいなことでは全然なくて、うんだってすごくこう当たり前なんですけれども、その参加してる人たちもどんどん成長しているので、状況は常に変化しているわけですね。ほとんどお話しできなかった方、お話ししなかった方とかがちょっともうおしゃべりしないでって言いたくなるぐらいおしゃべりをするとかですね。本当に状況は変わっていくのでそうですね。うんうん。そうですね。そうなんですよね。だからそのアシプロのメンバーもどんどんこう主体的になっていって、自分で判断するみたいなことができるようになっていったからこそ起きる問題とかもやっぱりあるわけですよね。そうですね。そのフェーズでああみたいなことがいろいろありながら、こうやっていくから、なんかずっとこの方法をやり続けたらなんかうまくいくみたいなことはなくって、その都度なんかその状況に合わせてどうしようねっていうことをこう話していくみたいな。はい。なんかね、うちに参加しているアシプロメッセンジャーたちの中ではやっぱりそのしおりを見て自分でしおりだったりメールで事前に送った情報を見て自分でその時間にそこに行くということがまずこうできるかどうか、初めはご家族と一緒に来てたりしてたのが一人で行けるようになったりみたいなこう変化がある中で、どんどん自信がついてもう自分は行けるって思ったがために電車の方向をちゃんと確認しないでなんとなく乗って全然反対側に行ってしまって遅刻が増えているとかですね。例えばなんかそのできるようになったら行き過ぎちゃってできるって思いすぎて確認をしなくなって来れなくなったりとかもあるんですよ。なんかだから本当に常にその人の状態も変化してるし、成長って何かなって分かんなくなりますね。勝手にこちらが成長とか言ってるだけかもしれないなとか、っていうようなことをね、いろいろお話ししながら他の方のお話も聞きたいなと思いますね。だから本当に計測もできないし、見たことがないけど宇宙みたいにずっと膨らんでるからサイズが分かりませんって言われてるようなことかもしれないなと思います。どういうことですか？なんか宇宙って常に広がり続けてるから宇宙の果てがどこにあるかわからないみたいなのを聞いたことあるんですけど、みたいに状況も人も動き続けてるからいつまでたっても正解にはたどり着かないんだろうなっていう感じです。全貌も見えることはないし、そうでも広がり続けてる宇宙でこうなんか日々生活していくっていうでだから隣に居続けたいって思い続けられるかどうかみたいなことだと思うんですよ。わからないけど、お互いに最終的には絶対に分かり合えることはない。それはすごくこう例えば私の舌が味わう味を隣の人も同じ味を感じているかどうかってことは分からないじゃないですか。みたいにこの最終的に分かり合えるっていうことはないんだけれども、分かりたいなって思い続けることを続けられるかどうかみたいなことでしかないんですけど、でもそれは多分皆さんどこででもやってることなんだろうなって思うんですね。家族であったり親子であったり、
でもこれってあれですかね、やることでどこがいいことだと思いますか？どこがいいこの研究会を。研究会をやることで何がいいか。そうね。なんだろう。まずなんかなんでしょうね。こう分かり合えないけどなんか一緒にいるっていうことを続けられたらそれだけでハッピーじゃないですかと思ってて、でもなんか続けることがやっぱなんかしんどくなったりとかするんですよ。でそれだからそのしんどさみたいなことがそれこそ話題に変えられたりとかなんかちょっと吐き出せたりとかみたいなことができたら、何も解決はしないけれどもそれを続けられるみたいな感じを思うので、なんかそういうところかな。そうですね。今を続けたいっていうことを多分無意識に割と思っていることが多いのかなと思うんですけど、今例えば楽しい時間とかをずっと続けてたいなっていう、それをやるための場かな。なんかもっと良くしたいっていうよりは、今を続けたいなのかなっていう気がするんですけれども、そうだと思います。そうだもっと良くしたいって思っちゃいがちなんですよね。もっと良くしたいの極北になんかそれを突き詰めた先にあるのがもう全ての問題が解決した状態になりたい、そこに近づきたいってどうしても思っちゃうんだけど、それは無理だからっていう前提で、なんか今の状態を継続していくっていう、コミュニケーションを継続していく、なるべく楽しくっていう、ことですよね。それがなんか参加する人たちそれぞれにとってのなんか人間関係とか職場でのこととか、クリエーションでのこととか何でもあると思うんですけど、それぞれの活動が持続的になっていったらいいな、それぞれの関係が持続的になっていって健やかになっていったらいいなって思っております。もっと良くしたいっていうのは何なんだろうか。でもあれですね、例えば作品の中でのイメージとしてこうなっていったらもっとこういう世界が見えるかもしれないみたいなことはもちろん思うことがありますし、そのアシプロの舞台作品の中でも思うから別に悪いことじゃないと思うんですけれども、関係性においてはどうなんですかね。もっと良くしたいって思うことってそれ自体が悪いわけじゃないんだろうなとは思うんですけど、それ自体が悪いことではないと思うんですけどね。なんでしょうね。なんでしょうね。こういうことを考える研究会なのかもしれないですね。だと思うんですよ。もっと良くしたいって思うこの欲望は何なんだろうみたいなこととか。でも多分ちょっとしたそういうことが
ちょっとした生活のもっと良くしたいが何かのうまくいかなさの原因になる時もあるような気もするんですよ。うんあのそれこそでちっちゃい子がなんかいてお母さんがいて早くご飯作んなきゃいけないんだけど、なんか遊び始めちゃってとか、なんかあるじゃないですか。いや早くご飯にしたいみたいな、なんかそういうこともそういうなんかそこでわーって遊べちゃったら別にいいんだけど、そうじゃなくてこうしたいみたいなのがこうずれてる時にそういうことは起きるんだろうなみたいなこととかね。やっぱりこうなんかもっと良くしたいの時にそこにこう人をコントロールする欲みたいなことがこう出てきちゃったりすると良くないのかな。そうでしょうね。うんとかね。そうですね。だからコントロールするんじゃなくて協力し合うっていうスタンスを常に、取れるといいのかなっては思いますね。こうしたいんだけど一緒にやってみないっていう、だからアシプロの中では割と提案をする、次こうしますみたいなことではなくて、次こうしようと思うからこうしないみたいな、ちょっとこうしてみようと思うんだけどって言っていいよみたいなだけどまあなんかで私がすごいそういう風にしちゃダメなんだよみたいなことを言うこともあるんですけれども、それはむしろその本人に言ってるというよりは、それによって嫌な思いをした人のためにその態度を取ってるみたいなこともあったりするんですけど、そうですね。まあそうやっていろいろこまごまといろいろな人がどう感じてるかってことを考えながら場を作っている感じですかね。それがうまくできてるかできてないかみたいなことはわからないですけど、その都度そう考えてそうやってるみたいな。そういうこういろんな人のこう工夫みたいなことが工夫であったり、なんか気をつけてることとかやっていることっていうのを聞くと、結構なんていうのかな、そういう考え方があるのかみたいなふうに気づくことがある気がしていて、それこそこの間の鶴岡の遠征に行ってでその後の振り返りの時にコンタクトすることに関する話をしたじゃないですか。でアシプロでは、舞台上では相手に触らずに、動くっていうようなことをやってるけども、鶴岡の方たちは、ヒップホップっていう、そういうジャンルの特性もあると思うけど、結構コンタクトが多い、ハイタッチしたりとか、肘タッチしたりとかみたいな、そういう違いがあって、なんか不快なんていうか接触みたいなこととかが起きないようにっていうか、そういうことについてなんかこうヒヤッとしたりとか、そういうことってないですかみたいな話、そういうことについてどう思ってますかみたいなことを聞いた時に、この団体の方がむしろなんかそういう合意された方があることで、それ以外の接触っていうのがないのかもしれないねみたいなことを言っていて、そっか、そういう考え方もあるんだなみたいなのは、なんかすごくなんていうのかな、
面白かったっていうか、そうそう、むしろ型を作ることでなんか安全性をあのこう守りつつ、でもなんかこう自由な、コミュニケーションが、身体的なコミュニケーションっていうことができるみたいなこと。それはなんだろう、アシプロで言うとその目を合わせてからやりましょうみたいな方とかと同じことなんですけど、っていうことがちょっとこう結びついて、あ、そっかそういうことかって、ちょっとここバラバラだった、こういうことをうちではやってる、あそこではこういうことをやってるみたいなことのバラバラだったことがちょっとこう一段階上がって結びついたっていうか、あ、そういうことだったんだなって、なんか腑に落ちた感じがあったんですよね。そうですね。だから同意を得るポイントが作られていたっていうことなんですよ。タッチにしてもヒップホップだから結構こうタッチするよねって、でもこれは踊りの一つだよねっていう同意がちゃんとチーム内で得られているから可能なことっていうことですよね。そうそう。だからそうやって人の実践を聞くと、すごく自分たちがやってきたこともそういうことだったかってなんかわかるし、なんていうのかな、なんでしょうね、なんかすごく解像度が上がるっていうか、ちょっと頭の中が整理されるっていうかみたいな気がして、だからそれがそのままアシプロで、真似できるかっていうと、そのまま持ってきても文脈が違うから違うんですけど、っていう意味でこうポータブルな知識とかやり方みたいなメソッド、誰でも使えるメソッドじゃないんだけれども、でもそこの根底にある考え方っていうのがやっぱ同意を得るっていうことだったよねみたいな、そういう確認ができるとか、なんかそういう話ができると、なんていうのかな、正解、表面的な正解ではないところでなんかちょっと気づきがあるっていう。そうですね。だからそれもなんか研究会でこうやれたらいいことかな。そうですね。本当にそうですね。そのことの本質っていうか、そのやってることの本質は何かっていうところが一致してるっていう、そういう意味で今回の鶴岡に、私たちアシプロは山形県の鶴岡市というところに遠征して、そこで活動しているキッキンダンスファムさんというヒップホップダンスで障害のある人もない人も一緒に入り混じって踊ろうよというダンスファミリーの方々と共演したんですけれども、そのやはり根底にある考え方がやはりこう同じだったんだなということを後から気がついたというか、再確認したんだけれども、お互いに同意を得て一緒に楽しくやろうっていう姿勢が一緒だったから、その方法としては本当に水彩絵の具と油絵の具みたいにこの混じり方が難しかったところはあるんですけれども、その根底にあるこうお互いへの信頼感みたいなところが似ていたので、すごく温かい場が生まれたんだろうなっていうふうに今ね振り返ってみて思います。やっぱりこのもう片方が支配型だったとしたら、この人についていってみんなでより良いパフォーマンスをしようみたいなチームともし合同したとしたら、そういうコミュニケーションは生まれなかったんじゃないかなというふうに想像するので、やっぱりその根底にある考え方そうじゃなきゃいけないっていうことではなくて、どう考えてその方法を選んでるかみたいなことっていうのはすごく大事なことだなって思います。だからこの研究会もそこがポイントになるとのかな、っていうふうに思いますね。そうですね。はい。だいぶ時間がいい感じになってきましたね。本当ですね。そうですね。というわけで、今日はちょっと初回なので、そもそもこれをこうねやろうと思った背景の今背景というか今考えていることっていうのをちょっと喋ってきたんですけど、年明けぐらいから、
いろんな方にも開いてというか、はいお誘いして対話の場を作っていけたらいいなと思ってます。はいね、ぜひご連絡いただきたいですね。そこに参加したいなとか、一緒に考えてみたいなという方に、別にどういう肩書きとかは関係ないので、アシプロまでご連絡いただけたら、随時設定できるぐらいの別にズームでこの話す分には割と皆さんの予定はうまく合えば話ができるかなと思うので、そこでやっぱりこまめにちょっと積み重ねていくとどうしたらいいか分かるのかなって思うんですけど、そうですね、なんかどういうふうに進めていくといいのか、なんかまあこの日に話すよみたいな、こっちがこう呼びかけてもなんかこの日空けてるから来ていいよみたいな日もあってもいいと思うし、あとはなんかこうむしろなんだろうな、何か関心を持ってくださっている方が例えばなんかこうチームだったりとかするんだったら、そういうところのこうミーティングとかにちょっと混ぜてもらうみたいな入り方とかもあると思うし、なのでちょっとそのあたりのこう参加の仕方みたいなっていうところをちょっと整えていろんな方が参加しやすいような形にできたらいいのかなっていうふうには考えてます。はい、なので個人でなんかそういう場があったら参加したいよっていう方もすごい歓迎だし、なんかチームでなんか一緒にそういう場を持とうみたいな、そういう呼びかけも嬉しいですね。はい、何かそういう相談をされているところに声かけていただければ、行くなり Zoom で参加するなりして、ね、シプロではこんな風にやってきた、その根底にはこう考えているからこういう風にしたいよみたいなことはお話しできるかなと思いますし、何か困りごとみたいなのがあったらそれを一緒に考えてみるとかでもね、いいのかなと思いますし、そうですね、やっぱりいろいろこの話すことって大事だなとは思いますね。いろいろな人がいろいろな困ってることだったり、どうしたらいいかなと思ってることをちょっと話してみたら、全然こう視点が変わって、なんだって別に良かったかって思ったりもするし、そんな場になっていくといいのかなと思います。はい、じゃあそしたらあとは告知かな。そうですね、近々の公演の足音でつながろうプロジェクトでは、今ちょうど横浜で行われているワイパム、横浜アジアパフォーミングアーツネットワークといって、横浜を舞台にアジア各国からいろいろなパフォーマンスに関わる方々が来ていてそこに参加してるんですけれども、そのアシプロの公演が12月14日の日曜日2時から、横浜市の南区組王子にありますアートスタジオアイムヒアで行われます。もうそろそろご予約いっぱいになるかなという感じですけど、多分あとなんか切れちゃった。違った。そうですね。ありがとうございます。これです。はい。ワイパムに参加していて、こちら、まだあと何席かございますので、いらっしゃりたい方いらっしゃいましたら、ぜひご予約ください。これがね、先ほど私たちが話していた動物クイズというのを元にして作られているTo Know という作品と、その前にビジョンという作品をやるんですが、ビジョンの方は誰かに従って動いていくとどうなるのかなみたいなことだったり、言葉による指示で動くとどうなるのかなっていうことだったり、ちょっとその次に見ていただく To Know がよりお楽しみいただけるようなビジョンという作品が先にあるという感じになっております。
で最後にはタップダンスのシーンがありまして、皆さん一緒にね踊って、すごくこう熱狂の場というか、場所がほっかほかになるようなラストシーンを迎えますのでぜひねいらしてみてください。はいですね。であとは他にもいろいろありまして、私たちのどういう手法でやってるかというのを保育専門学院さんに呼ばれて講義させていただく予定もありますし、あとは、タップダンスでクリスマスというこれまでに、年2回行ってきた、コワーキングスペースの WeWork さんというところ、 WeWork 麹町さんと、在日米国大使館さんを束ねられている、NPO 法人未来をつかむスタディーズさんというところの主催によるクリスマスパーティーがあります。ありがとうございます。はい、こちらねご参加無料で、今年はそのみなとみらいにありますなんていう場所だっけな、みなとみらいにある場所で、行うんですけれども、 WeWork、 これ去年のですね去年、本当だ。ないなと思って、ゲートシティだっけな、ゲートシティみなとみらいといって、みなとみらい駅からすぐのところにあるんですけれども、出てこないですかね。はい、そちらも、SNS で多分あると思うんですけども、はい、25年の方ですね。そうですね。オーシャンゲートみなとみらいさんですね。WeWork オーシャンゲートみなとみらいって言って、オーシャンゲートタワーみたいなみなとみらい駅のすぐ近くにある大きなビルの8階にあります。こちら無料ですのでぜひいらしてください。これまではアシプロのメッセンジャーもね一緒に出演してたんですけれども、ちょっとトランプ政権の方針変更により在日米国大使館さんができるテーマが変わったために、今年は私だけで出演させていただきますけれども、アシプロの話のプレゼンなどもさせていただきますので、基本はタップダンスを楽しむパーティーになるのかなと思っておりますけれども、よかったらいらしてください。はい、あとはですね、足音でつながるプロジェクトではいつもこう参加してくださる方を求めておりまして、アシプロアートパークとして月2回練習会みたいな感じでアートパークとして開いておりますので、ぜひそちらも参加していただきたいなと思います。話すより参加してみると分かることもたくさんあるかなと思いますので、はい、ということですかね。はい、石畑さん、他に何かありますか？いっぱい喋りましたので大丈夫です。大丈夫ですか？はい、じゃあ今後そのフェアクリエーション研究会一緒にやっていこうと考えてくださる方、ぜひご連絡ください。お待ちしております。共同していただく企業さんなども募集しております。何か会社の中で人とのコミュニケーションをもうちょっとうまくいかせたいなみたいな会社の方々もよかったらご参加いただけたら嬉しいなと思っております。ということで、じゃあ今日はここで終わりにしましょうか。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。はい、それではまたお会いしましょう。はい、じゃあまた。